通勤通学習の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカのとあるポップカルチャー作家の話題になります。先月、この男がですね、自身の誕生日パーティーを開催いたしまして、そこで盗撮をしていたということで逮捕されました。しかし、現在のコミック業界の現状から、この騒動、一人の男が犯した犯罪にはとどまらなかったんですね。現在、業界全体へのバックラッシュにつながっているということで、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先月の末になりますが、アメリカのね、ポップカルチャー作家、この人ね、様々な肩書きがありまして、後ほど詳しく見ますが、ポップカルチャー作家だとか、コミック誌の研究家とか、キュレーターとかね、いろいろやっているようなんですが、この男はですね、自身のバースデーパーティーで女性や子供を盗撮していたということで、逮捕されました。で、これがですね、現在大きなバックラッシュになりまして、この男個人だけではなくてですね、そのコミック業界に対しての反発につながってしまっていると。で、これにはですね、以前もこのチャンネルでお伝えしました、とある騒動なんかも絡んできまして、いろんな要素が複雑に絡み合っているんですね。ということで、まずはね、こちらの出来事から、こちらニューヨークポストの記事見ていきたいと思います。サンフランシスコの漫画家界の大物、誕生日バッシュで、トイレに隠しカメラを設置して撮影していたことを認める。ということで早速ですが、こちらですね、バッシュとあります。こちらが本日のキーワードになります。バッシュ。強く叩くこと。ということでね、こちらのバッシュというのは、日本語でもね、バッシングって言うでしょ。あのバッシュです。これはね、この強く叩くから転じまして、こちらにあります。誰かを激しく非難することと。これが日本語での使われ方ですね。バッシング。で、今回はですね、さらにここから転じまして、こちらですね。大規模で賑やかなパーティー。ということでね、こちらのバッシュというのは、盛大なパーティーという意味になります。で、これがね、なんでパーティーになっちゃうのというのがまた英語の面白いところですが、これね、強く叩くっていう意味ですよね。どんどんバンバンやるわけですよ。大騒ぎする。このニュアンスからこれがパーティーとして使われるようになってるんですね。なので、パーティー全般というよりは、その大騒ぎするパーティー、盛大なパーティー、このような使われ方をしているというわけです。ということで、こちらは、サンフランシスコの漫画家界の大物、盛大な誕生日パーティーで、トイレの隠しカメラによる盗撮を認める。裁判資料によると、サンフランシスコの漫画家界を代表する人物が、自宅の浴室内で子供を含む招待客を密かに撮影していたことを認めた。サンフランシスコカートゥーンアートミュージアムの元学芸員であるアンドリュー・ファラゴは、先月開いた、ここね、またバッシュありますね。盛大な誕生日パーティーでカメラを使って何も知らない招待客を撮影したとして、プライバシー侵害20件の容疑で今月初め、サウスバークレーの自宅で逮捕された。ということでね、ここでは何が起こったかと言いますと、まずこの人物ですね。ウィキもあるくらい、その界隈では有名な人物なんですが、様々な肩書きがありましてね、作家でしょ、コミック誌研究家、あとサンフランシスコのカートゥーンアートミュージアム、ここの元学芸員で、全米漫画家協会、北カリフォルニア支部の元支部長と。で、自分の妻もコミック作家なんですね。で、非常に有名なのがね、こちらになりまして、この彼ね、バットマンの研究家としても知られているんですよね。で、様々な著書を出しておりまして、こちらはね、ダークナイトの書籍の記念イベント、そして展覧会のオープニングイベントですね。ここね、結構すごくって、人気バットマンコミック作家、デビン・ケイ・グレイソンをはじめ、DC コミックのアーティストである、ブレント・アンダーソン、アル・ゴードン、ミック・グレイ、スティーブ・レイ・アロハ、さらに1989年公開の映画、バットマンの脚本家、サム・ハムラがゲストとして参加しますと。このように、サンフランシスコの漫画業界では著名な人物なんですね。すると今回この彼がですね、こちらね、コミックブックニュースになりますが、裁判資料によるとパーティーの最中、ある女性が浴室内に隠され、録画中だった携帯電話を発見した。バークレー警察によると、この映像には、ファラゴが携帯電話を設置し、タオルで隠した上で招待客がトイレを使用する様子を撮影できるよう、位置を調整する様子が映っていたということで、この映像をね、確認してみますと、大人だけではなくてね、子供の様子も映っていたと、このように報じられています。で、この出来事がですね、先月ですね、5月23日だったんですが、逮捕自体は今月6月3日と言われているんですね。で、先ほどから出ているこちらですね、アートミュージアム。彼はね、このアートミュージアムにはいないとされているんですが、ここね、25年間勤めていたということです。キュレーターとしてね、つまり学芸員ですよ。で、これ辞めたのが先月とされてるんですね。つまり5月です。ということは、おそらくこの件を受けて退任したということでしょうね。もしくは事実上の首とか、おそらくそういうことなんじゃないかなと思います。つまり事件当時は、これ、現役だった可能性ありますね。で、僕これ見て思ったのは、そもそもね、この人、50歳なんですね。50歳の男性が、自分の誕生日パーティー開きます？なかな
これはね、そもそもこの盗撮というのが目的で開かれたパーティーなんじゃないかなと思うんですよね。だからもしそうなのであれば、これはね、身内を狙った本当に悪質な裏切りだと思いますね。で、これに関しましてはですね、業界にとってもね、非常に衝撃的なニュースとして、こちら、様々なメディアで報じられています。これね。で、ここまでが一つの大きなニュースです。じゃあね、この人物、一体どういった人物だったのかという話なんですが、もう彼ね、SNS のアカウントすべて削除してると言われておりまして、これスクショですね。で、ここではね、この記事を引用して、ここね、これ以外の見出しは考えられなかったと言ってるんですね。つまり、それがね、この記事になるんですが、ここ見てください。アンドリュー・ファラゴ。これね、彼の記事なんですね。そしてこの方ね、覚えてますでしょうか？以前このチャンネルでも扱いました、こちらの動画ですね。すごいでしょ？ドクターの世界 G ニュースはね、こうやって繋がってくるんですよ。本当にね。まだ見てないという方はぜひご覧になってください。この時ね、声ガラッガラですけどね。すいません。これ風刺作家のスコット・アダムスなんですが、彼ね、病気により亡くなってしまったんですね。すると、この方はですね、生前、反 DI を掲げていたため、お目覚め界隈からめちゃくちゃ攻撃されました。するとあろうことかピープル誌がですね、その追悼記事の見出しで彼を貶めるという暴挙に出たんですね。そのスコット・アダムスです。じゃあこの追悼記事の中で、このアンドリュー・ファラゴ、このスコットのことをどのように評しているのか。もちろんね、一定の功績というのは認めていますが、その発言により、その評価を失った人としてスコット・アダムスを描いているんですね。そしてトランプ政権とのつながりを強く描いていると。なので、ここね、タイトルになりますが、私は口を持っていない。そして私は黒人たちに対して叫ばなければならないと。これ元ネタはね、I have no mouth and I must scream という1967年の短編小説のタイトルです。これをもじってるんですね。そして、このスコット・アダムスが非常に人種差別的なスタンスを取っていたということを、この見出しで表現していると。こういったことなんですね。つまり、このアンドリュー・ファラゴという人物は、スコット・アダムスを攻撃していた側の人間だったんですね。で、このスタンスというのは一貫しておりまして、この彼はね、このチャンネルでもね、以前扱いましたが、ゲーマーゲートってあったでしょ？コミック版もあるんですね。これコミックゲートと言いますが、つまり、このコミック界に DI が入り込んだことによって、つまらなくなってしまったと。これを訴えるファンと、これを擁護するクリエイターとのバチバチ。で、この時に、もうこのファン側をね、それは言葉の限り罵っていたのが、この人だったんですよ。つまり、表向きは非常に意識の高いね、リベラルな男性を演じ、女性を守りましょう。いろんな人種を包括しましょう。こんなことを言っていたのに、裏では女性たちの権利を侵害していたと。その化けの皮が剥がれたという出来事なんですね、これ。そうすると今ね、この業界のダブルスタンダードというのが指摘されておりまして、これ一旦ちょっとね、別の話に飛びますが、これね、ほんと最近の話で、ドクターね、ちょっとこれ動画にするか迷って扱わなかったんですが、ここではね、何が起きたかと言いますと、この人物です。これね、ヘザー・アントスと言いますが、IDW という大手コミック出版社の編集者です。で、この人がね、ジョン・バーンという、こちらになりますが、コミック作家のレジェンドですね。X-Men やファンタスティック4、あとマン・オブ・スチールとかね、こういった作家がいるんですね。で、この人物はですね、その発言から、非常にトランスフォビア的だと、このように言われておりまして、反トランスジェンダー的な発言をたびたび繰り返していると言われているんですね。少なくともそちら界隈は、そのように言われたと捉えていると。これが正確でしょうか。一応そういう風に敵視されてるんですよ。そしてこちらピンクニュース、ここね、ジョン・バーンとあります。これを批判しています。こちらもそうです。これね、ゲイリーグというね、LGBT 系のメディアになりますが、同じく、ここ、ジョン・バーンを批判していると。で、この時ね、この大手出版社の編集者、ヘザー・アントスは、このジョン・バーンのね、新作、これね、X-Men になるんですが、こちらですね、このボイコットを呼びかけたんですよ。この人編集者ですよ。で、これね、ブルースカイになりますが、ここで言ってます。プライド月間だぞと。マジか、マーベル。で、これを買うなと呼びかけてるんですね。ボイコットしろと。でね、この時もね、こちらで指摘されているんですが、そもそもね、この IDW という出版社で、このバーンのコミック扱ってるよねと。なんでそれに対しては反対しないのというダブルスタンダードも指摘されていると。アントスが抗議を呼びかけた最大の理由である、バーンはトランスフォビアだという主張については、現時点では裏付けが示されていない。アントスはバーンの発言をトランスフォビアだと受け止めているものの、それを裏付ける証拠はなく、X-Men に対するファンの反応も、そうした非難を退けるものとなっているようだ。それにもかかわらず、アントスが公然とこうした非難や不買運動を呼びかけたにもかかわらず、勤務先である IDW は沈黙を保っている。と、こういった出来事があったんですね。すると現在ね、こういった指摘が出てきてるんですね。この方ね、コミック作家で、自身でね、コミックも書いてるんですが、アンチウォーク系の YouTuber でもあります。なので今回はYouTuber というよりは、コミック界隈の人間として、物を申しているというような感じですね。ヘザー・アントスは、親しい友人であるアンドリュー・ファラゴが、自身の浴室で女性や子供を撮影していた件について、いつコメントするつもりなんだ。彼女や他の業界の最低な連中は、ああいった捕食者を持ち上げている。なぜメインストリームのコミック業界がひどいのか知りたいか。答えは簡単だ。ヘザーのような人間が業界を仕切っているからだ。
ということで、ここではね、何を指摘しているかというと、このね、コミック界隈、大変お目覚めになっていると言われておりますが、トランスの問題になればね、必死に声を上げるのに、実際の女性や子供が被害に遭うと沈黙してしまうというんですよ。で、現在このコミック業界本当にね、これに対して沈黙を決め込んでおりまして、あれだけジョン・バーンに対して大騒ぎしていたヘザー・アントス、一切この件について触れてないんですよ。何も言ってません。このようにしてですね、現在ね、アンドリューに対しての非難はもちろんなんですが、言ったらね、この人、アンドリューと BI 用語という点で同じ陣営なわけでしょ。ただ、仲間が何かやらかすと何も言わないんですね。と、このように現在ですね、アンドリューのね、一件についてはもちろん非難されているんですが、このコミック業界の体制、これが強く非難されていると、こういった状況になってるんですね。で、これについてはね、すでに記事も出ておりまして、コミックメディアが沈黙すると、それはますます大きく響き始める。これは単なる一つの衝撃的な疑惑についての話ではない。コミックジャーナリズム、選択的な沈黙。社会からの信頼、そして業界が身内に対しても他の人々と同じ基準を適用するのかどうかが問われている。はい、ということで本日はですね、サンフランシスコのコミック界の著名人が逮捕されたことを受け、この業界の腐敗ぶりが指摘されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。このチャンネルご覧になってくださってる皆さんだったらね、お気づきになるんじゃないかなと思いますが、この体制というのはコミック界だけじゃないですよね。ハリウッドも全く同じじゃないですか。まさにジーナ・カラノの件がそれですよね。結局のところ業界的に思想が合わないとなれば総攻撃するし、同じ陣営であれば沈黙する。構造的には全く同じなんじゃないかなと思ってしまいましたね。日本でもね、同じようなことよく言われますもんね。あの時にこれ騒いでいた人たち、どこ行っちゃったのみたいなことたくさんあるでしょ。そういうことですよ。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。